エンター。こんにちは、入り口です。今日の授業は N5 の文法何々と思います。入り口日本語を見るときに守ってほしい3つの約束があります。まず1つ目、必ず自分の言葉にしてください。とにかく1つだけ覚える。自分の言葉にしたその1つだけをとにかく覚えましょう。覚えるときに状況を考えることです。覚えるときは動作を使ったり状況を考えて覚える。この3つです。何々と思います。これは意見や推測を表す表現です。このお店は美味しいと思います。意見ですね。今から行っても間に合わないと思います。推測ですね。これをタメ口で言うと思うよ。このお店美味しいと思うよ。今から行っても間に合わないと思うよ。この思うよっていう言い方、日本人は使うんですけど、少し変えて使うことが多いです。今から行っても絶対間に合わないって。いや、今から行っても間に合わないんじゃないかな。間に合わないよって絶対的な推測ができるとき、自信があるときは、間に合わないって言うし、間に合わないと思うよじゃなくて間に合わないって強調する。誇張した言い方をするし、逆に推測に自信がないときは、間に合わないんじゃないかな、みたいな、かなをつけることで推測の、私はそう思ってるよって遠回りに言う言い方を日本人はするので、結構この極端な強調するか、逆に、婉曲表現、遠回りな表現で自信のなさを表すか、自信があるとき、自信がないときで使い分けるので、と思うよっていうこのシンプルな教科書の使い方を意外と日本人はしません。意見を言うときも、この店めっちゃ美味しいよ。俺はこの店めっちゃ好きだけどなぁ。みたいな感じで、美味しいよって強調する。または、思うよじゃなくて、思うけどなぁ。このけどなーっていうのがすごい日本人っぽいんですよね。私はそう思うんだけど、みんなはどうかな？私がそう思うだけでみんなはそう思わないのかな？自信がないなっていう言い方が好きですね。というか、なんか癖というか日本人はそういう風に言ってしまいます。まあそうやってはっきり言わないので、教科書の日本語に慣れていると、実際の日本人の言い方がちょっと聞き取りづらいですよね。思うけどなーって。けどなーっていう。私はそう思いますではなくて、そう思うけどなー。俺はそう思うけどなー。あと、個人的にはっていう言い方よく使います。私はこう思いますってはっきり言わずに、個人的にはこのお店が一番美味しいと思う。個人的には京都より奈良の方がおすすめ。みたいに、大多数の人、みんなはこっちの方が好きだと思うけど、私はこっちなんだよなっていう思うのを強調するために、個人的にはを使います。はい。あとよく使うのが、思いますとか思うよを、相手に同意を求める。友達とかに同意を求める言い方です。安いと思わないとか、安くねみたいな言い方です。この T シャツ990円だって安くね？もうバスより歩いた方が早いと思わない？はい。それでは日本人の例文を上げていくので、シャドーイングに挑戦してみてください。いきますよ。例文スタート。なんかアニメより漫画の終わり方の方が良かったと思わない？なんか最近治安悪くなってきたと思わない？個人的には東北行きたいな。鹿児島行くなら台湾行く方が安いと思うけどな。500ミリのコーラより1リットルのコーラの方が安いっておかしいと思うけどな。俺的には C よりランドの方がおすすめ。いや、もっと厚着した方がいいと思うよ。絶対寒いって。荷物いらなくね？手ぶらでいいんじゃないかな。はい、ということで今日は何々と思うについて解説しました。ということで、今回の授業はここまでです。入り口でした。エンター